人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。もしも流氷を観光中に遭難した時、どう行動するべきか。はじめに流氷観光とその危険性について。流氷観光は主に北半球の玄関地帯で行われる自然観光の一種です。流氷は海上に浮かぶ巨大な氷の塊で、北極や南極の氷が割れたり溶け出したりしてできたものです。北海道の網走やカナダ、ロシアの北部沿岸地域などが有名な観光スポットです。特に冬季になると観光船が出され、観光客は流氷を間近で観察することができます。しかし、流氷観光は非常にリスクが伴います。流氷自体が不安定で、海流や風の影響を受けて常に動き続けているため、思わぬ方向に流されることがあります。さらに、気候変動による異常気象や突発的な気温変化も、流氷の崩壊や急激な潮流の変化を引き起こし、観光船の遭難や観光客が孤立するリスクを高めます。流氷観光中に遭難するリスク要因。天候の急変、強風や雪嵐が突然発生し、船が操縦不能になる。氷の崩壊、気温が急激に上昇することで流氷が崩壊し、観光船や人が氷に閉じ込められる可能性がある。流氷の動き。流氷は海流により急速に移動するため、船が流氷に乗り上げたり、氷と氷の間に挟まれることがある。低体温症のリスク。極寒の環境では短時間で体温が急激に下がり、低体温症に陥る可能性がある。世界の流氷遭難事例。流氷観光中の遭難は過去にもいくつかの地域で発生しており、その教訓から学ぶことができます。以下に世界各地で起こった3つの著名な事例を紹介します。事例1、ロシアバレンツ海。2017年、ロシア北部のバレンツ海で流氷観光を楽しんでいた観光船が嵐に巻き込まれました。流氷の上に船が乗り上げ、動けなくなったため、乗客は流氷の上で数日間過ごすことを余儀なくされました。救助隊が到着するまでの間、乗客たちは極寒の中で体温を保ち、限られた食料と飲み水で耐えました。救助が遅れれば、さらなる危険があったとされています。事例2、カナダハドソン湾。2009年、カナダのハドソン湾で流氷観光中の観光船が突然の嵐に巻き込まれました。船が氷の間に閉じ込められ、船員と観光客は3日間の孤立を余儀なくされました。この時、船内の冷暖房設備が故障し、極寒の中で耐えることとなりました。彼らは外部と連絡を取り続け、救助を待ちながら限られた食料と水で過ごしました。事例2、日本、北海道。2021年、北海道の網走で行われていた流氷観光中、観光船が突然のエンジントラブルに見舞われ、流氷に閉じ込められました。観光客は6時間以上も流氷の上で過ごすことを強いられましたが、幸運にも風が穏やかだったため、最終的に全員無事に救助されました。この事例では、観光船の設備やガイドの指導が功を奏し、事なきを得ました。遭難期間の長い生存エピソード。次に、流氷や玄関地での遭難から生き延びた人々のエピソードを、遭難期間が短い順に7つ紹介します。これらの事例は、過酷な状況下での生存方法を学ぶ上で非常に参考になります。
1、エリック・ジョーンズ30歳、カナダ、観光。エリックはカナダの北極圏で流氷観光中に遭難しました。観光船が流氷に乗り上げ、エンジンが停止したため、救助が到着するまでの2日間を船内で過ごしました。彼は船の中で防寒具に身を包み、体温を保つために動きを少なくすることで低体温症を防ぎました。食料も最小限に抑えながら消費し、無事救助されました。2、アンナ・リード40歳、ロシア、探検。アンナは友人と共に流氷の上での探検を楽しんでいた最中、流氷が予想外の速さで移動し、海に流されてしまいました。救助まで3日間を流氷の上で過ごし、体温を保つために持参していた寝袋を活用しながら食料を分け合いました。最終的には無事に救助され、全員が生還しました。3、デイビッド・ハンソン28歳、アメリカ、調査目的。デイビッドは北極での研究調査中に遭難しました。流氷に囲まれて動けなくなり、5日間孤立状態に。彼は持参していた非常食を少しずつ消費しながら、極寒での生存方法として雪を使ったシェルターを作り、外気の寒さから身を守りました。4、サラ・ウォーターズ35歳、イギリス、探検。サラは探検家として流氷を調査中に遭難しました。流氷の移動によって孤立し、7日間漂流状態になりました。彼女は氷の裂け目から海水を蒸留して水分を確保し、持参した非常食で命をつなぎました。さらに、体を動かすことで血流を維持し、低体温症を回避しました。5、トーマス・ウィリアムズ48歳、スウェーデン、観光。トーマスは観光中に流氷に乗り上げ、9日間の孤立を経験しました。彼は持参していた緊急用のサバイバルキットに含まれていた焚き火キットを使用し、暖を取ることに成功しました。また、氷の裂け目で釣りをして食料を確保し、飢えをしのぎました。6、マーク・オコナー42歳、アメリカ、研究。マークはアラスカでの調査中に流氷に囲まれ、12日間の孤立を経験しました。彼は流氷の上でシェルターを作り、寒さから身を守りつつ、持参したサバイバル装備を駆使して生き延びました。彼の決定的な生存技術は、流氷の動きを観察して、漂流しながらも常に陸地に近づく方角を探ったことです。7、カテリーナ・サントス29歳、アルゼンチン、調査。カテリーナは南極での調査中に流氷に取り残され、14日間漂流しました。彼女は過去に生存訓練を受けており、氷の裂け目から魚を釣り、雪を溶かして飲み水を得るなど、冷静な判断と適切なサバイバル技術を駆使しました。無事に救助された際には彼女のサバイバル技術が高く評価されました。事象を克服するための技術と方法。これらの事例から学んだ流氷での遭難を克服するための技術と方法の順位となります。1、体温保持動きを最小限にし、防寒具やシェルターを使って体温を保つことが重要です。2、非常食の持参した食料を少しずつ消費することで、長期間の遭難に備えることができます。3、水分補給。雪や氷を溶かして水分を確保し、脱水症状を防ぐことが生存の鍵です。4、シェルター作り。氷を利用して風を防ぐシェルターを作り、外気の寒さから身を守ることが有効です。5、救助信号の発信。定期的に救助信号を発信し、救助が早く到達するように努めます。6、動きを抑える。体力の消耗を抑えるため、無駄な動きをしないことが重要です。7、グループでの体温共有。グループで遭難した場合、体を寄せ合い体温を共有することで寒さをしのぐことができます。8、自然の食料源の利用。海の魚を釣るなど、現地の食料を利用することで食料不足を補うことが可能です。9、状況観察。氷の動きや風向きなどを観察し、適切なタイミングで行動することが重要です。10、非常装備の活用。サバイバルキットや焚き火キットなど、
持参した装備を最大限活用します。11、精神的な冷静さ。遭難時にパニックにならず、冷静に状況を分析し行動することが生存に不可欠です。ユニークな生存方法の提案。1、氷を使った信号を作り、大きな氷の塊を使って SOS の文字を作り、空からでも視認できる信号を作る。2、釣り竿を作る。流氷の裂け目で簡易的な釣り竿を作り、魚を釣ることで食料を確保する。3、流氷を使った漂流術。流氷の動きを計算し、救助される可能性が高い方向に自然に流されるように計画する。最後の励ましとアドバイス。流氷での遭難は非常に過酷ですが、冷静さと準備、適切な行動が生死を分けます。体温を保ち、少しずつエネルギーを節約し、決して希望を捨てずに救助を待ちましょう。自分を信じ、どんなに過酷な状況でも前向きに生き抜く意志が最も大切です。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、また実際にこの動画「人生はサバイバル」を見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。ではまた次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。